こんにちは、東京ベジライフです。今日は色で元気になるお豆入りスープ6品をご紹介します。皆さんはスープを作るときに何を入れますか？お野菜、お肉、お魚などの食材に加えて、お出汁、ブイヨン、コンソメなどを入れるのではないでしょうか。コクや旨味を出すために何らかのお出汁は必ず必要と思われていますが、今回はスープを作りながらそういったお出汁を使わずに美味しくスープを作る方法をシェアしていきます。一皿でエネルギーチャージできるビタミンたっぷりのカラフルスープです。まずはベーシックな野菜スープを100倍美味しくするコツをご紹介します。今回はひよこ豆以外に8種類のお野菜を用意しましたが、たくさんの種類のお野菜を入れることでスープの味がより複雑に深くなります。その中でも玉ねぎ、セロリ、人参は香りが豊かでフレンチのブイヨンには欠かせない食材です。スープを作るときに玉ねぎは入れると思いますが、セロリ、人参も香味野菜として入れることで風味が格段とアップします。フレッシュなトマトに加えて入れるサンドライトマトは乾燥トマトの中でもオーブンではなく天日干しで乾燥させたトマトで、トマトの旨味が凝縮されているのでこれだけで素晴らしいお出汁が取れます。今回はフレッシュバジルを使いますが、タイムやオレガノなど香りの高いハーブを入れるとスープがより芳醇になります。乾燥ハーブを使う場合は香りが強いので入れすぎないように注意しましょう。最初にオリーブオイル、塩少々とともに香味野菜を弱火でじっくりと炒めます。今回はニンニクを一緒に入れていますが、ニンニクの香りが苦手な方は入れなくても大丈夫です。香味野菜がしんなりとしたらひよこ豆以外のお野菜を入れていきます。ここでお水を加えますが、お野菜からも水分が出てくるのでひたひたくらいにするようにして入れすぎないように注意します。フレッシュトマトとドライトマトを加え、お水1カップに対して小さじ1を目安に塩麹を入れます。弱火でお野菜が柔らかくなるまで煮込みます。お野菜が柔らかくなったら缶のものまたは事前に茹でておいたひよこ豆とフレッシュバジルを加え、一煮立ちさせれば完成です。シンプルですが優しく深い味わいのスープの出来上がりです。次に豆乳を使った白と黒の和風スープを作っていきます。まずは体の芯から温まる白いお野菜のスープから、長ネギ1本を2センチ幅に切り、かぶ2個は実の部分を4等分にします。白いんげん豆は缶から出し、流水で洗っておきます。お鍋に米油を熱したら、弱火で長ネギをよく炒めます。長ネギがしんなりとしてきたら水1カップ、酒粕小さじ1、酒粕は小さなキューブ状にカットして冷凍しておくと使いたい時に使えて便利です。塩麹小さじ1を入れます。蓋をして長ネギが柔らかくなるまで弱火で煮込みます。長ネギが柔らかくなったら滑らかになるまでブレンダーにかけます。かぶとお豆の缶半分を加え、かぶが柔らかくなるまで弱火で煮込みます。かぶが柔らかくなったら豆乳1カップと白味噌大さじ1を加え、一煮立ちさせます。少量のお水で作った長ネギポタージュがベースとなっているのでそれだけでお出汁になりますが、酒粕や白味噌を加えることでよりコクのあるスープになります。栄養満点の黒スープはとても簡単にできてノンオイル、風邪気味の時などさっぱりしたスープが飲みたい時にぴったりです。よく洗ったごぼう1本を 2,3 センチ幅に切り、お鍋に入れたらひたひたくらいのお水を加えます。塩麹小さじ1を入れたら蓋をして弱火でごぼうが柔らかくなるまで煮込みます。ごぼうが柔らかくなったらブレンダーに入れ、黒いりごま大さじ1とごぼうがかぶるくらいまでお水を加えます。滑らかになるまでブレンダーにかけたらお好みのサラサラさになるまで豆乳を入れ、缶または茹でておいたブラックビーンズ2分の1カップを加え、塩で味を整え一煮立ちさせます。ごぼうだしというものがあるくらいでごぼうだけで十分深いお出汁が取れますが、黒ごまを加えることで味わい豊かなスープになります。次にココナッツミルクを使った緑と黄色のクリーミースープを作っていきます。まずはデトックスしたい時にぴったりなビタミン栄養が凝縮された緑のスープです。ブロッコリー1個はざく切りにし、茎の部分は皮を剥いて適当な大きさに切ります。
ほうれん草1束は 2,3 センチ幅に切ります。玉ねぎ小2個はみじん切りにします。熱したお鍋にオリーブオイルを入れ、玉ねぎを塩少々とともに弱火でじっくりと炒めます。玉ねぎがしんなりとしたら、ブロッコリー、水1カップ、塩麹小さじ1を加え、ブロッコリーが柔らかくなるまで蒸し煮にします。ブロッコリーが柔らかくなったら、ほうれん草を加え、ほうれん草に火が通るまで1分ほど蒸します。ほうれん草に火が通ったら、ピューレ状になるまでブレンダーにかけます。ココナッツミルク1分の1カップを加え、お好みのサラサラさになるまで水を加えたら、塩で味を整えます。ブロッコリー丸ごと1個とほうれん草1束を最低限のお水で蒸し、ピューレ状にすることで少量の塩麹だけでしっかりとしたお味のスープになります。スープと合わせるのはグリーンピースご飯ならぬ緑豆ご飯、お米 1.5 合と乾燥緑豆大さじ3を合わせ、よく洗い 260ml のお水と塩麹小さじ1/2の1で30分以上浸水させます。あとは通常のご飯と同様に炊きます。私は玄米で炊いていますが、白米でももちろん大丈夫です。緑豆ご飯はいつものご飯にタンパク質をプラスしたいと思った時に便利。小豆ご飯に近いお味でほっとします。黄色のスープはパンともご飯とも合うかぼちゃとレンズ豆のクリーミーカレースープ。乾燥レンズ豆1カップをたっぷりのお水で浸水させます。浸水させないでも調理できますが、私は時間があるときは浸水させるようにしています。かぼちゃ4分の1個は一口大に切り、玉ねぎ小1個はみじん切りにします。熱したお鍋にオリーブオイルを入れ、玉ねぎを加えたら、にんにく1かけと同量の生姜をすりおろし入れます。玉ねぎをじっくりと炒め、しんなりとしたらカレー粉小さじ1を入れ炒め合わせ、水切りしておいたレンズ豆を加えます。さっと炒め合わせたら、水2カップ、ターメリック少々、塩麹小さじ1、かぼちゃを加え、弱火でレンズ豆が柔らかくなるまで15分から20分煮込みます。レンズ豆が柔らかくなったら、ココナッツミルク1カップを加え、ひと煮立ちさせます。スパイスを玉ねぎとしっかりと炒め合わせることで、味のぼやけないカレーになり、ココナッツミルクが加わることでクリーミーな食べ応えのあるスープになります。最後にカレーとはまた違うメキシカンなスパイシーが美味しい赤いスープをご紹介します。缶詰の食材とスパイスを中心に作っていくので、常備しておくと思い立った時に作ることができます。メインはジャックフルーツ。東南アジア、東アジアでよくカレーなどに使われる食材で、食感や見た目がお肉のようなので、ベジタリアン食にもよく使われます。熱したお鍋にオリーブオイルを加えたら、にんにく1かけをすりおろし入れます。大きめのみじん切りにした玉ねぎ大半分を入れ、塩少々とともにしんなりするまでよく炒めたら、トマトペースト大さじ1を入れ、よく混ぜ合わせます。トマトペーストはサンドライトマトと同じくトマトの旨味が凝縮されているので、トマト系スープに入れるとぐんと味が深まります。トマトホール缶の半分を潰しながら加え、水 300ml、パプリカ小さじ1、チリパウダー小さじ1と1/2、クミンパウダー小さじ1/2、甘酒大さじ1、塩麹小さじ1、洗って水切りしたジャックフルーツ1缶を入れ、弱火で玉ねぎが柔らかくなるまで煮込みます。洗って水切りしたキドニービーンズ缶半分を加えて、ひと煮立ちさせれば出来上がり。このスープにはトルティーヤチップスがよく合います。辛いのが苦手な方はパプリカ、チリパウダーの量を減らしてください。スパイシーにジャックフルーツやトマトの酸味、そして甘酒の甘みを加えることで深い味わいのスープになります。ここまで見てくださってありがとうございます。今回は色で元気になるお豆入りスープ6品をご紹介しました。お出汁を入れないとスープは美味しくならないと思われがちですが、
お野菜そのものをお出汁として使ったり、酒粕やお味噌などの発酵調味料でコクを出したり、スパイスを上手に使ったりと、少しの工夫でスープの可能性はどんどん広がりますので、ぜひお試しいただければと思います。この動画が気に入ったらぜひいいねボタンをお願いします。それでは See you next time!